んこんにちは、田中玲香です。今回は児童養護施設の暮らしをテーマにお話ししていこうと思うんですが、このチャンネルを見ている方で児童養護施設に行ったことある方、そして児童養護施設に行ったことない方、おそらく両方いると思うんですが、きっと働いているとか施設で暮らしていたことがあるって方以外はなかなか児童養護施設に行ったことがないと思うんですよね。きっとそういう方は児童養護施設ってどんな暮らししているのかなとか、やっぱり親御さんと離れている施設だから当事者の方に聞くのも申し訳ないなって思っている方いると思うんですが、どちらかというと児童養護施設の暮らしに関してちょっと暗いイメージお持ちではないですか？もちろん児童養護施設に入所してくる子どもたちの背景には虐待といったネガティブな面もあるんですが、実際皆さんが思っている以上に窮屈でネガティブな場所ではないんです。やはり施設というのは個人情報、そしてプライベートな情報がいっぱい集まった場所なので、どうしても閉鎖的な世界になってしまうんですが、施設で暮らしたことのない方からしたらやっぱり謎に包まれていると思うんです。今回はそんな児童養護施設の暮らしについて、10年間暮らした経験のある私、田中玲香がお話ししていきたいなと思います。それでは動画スタート。前回の動画でもお話ししましたが、児童養護施設は2歳から18歳までの子が一緒に暮らす学生寮だとイメージしていただけると分かりやすいかと思います。そして学生寮と同様にルールや一緒に暮らす人数が違います。児童養護施設は全国に約615カ所あるので、今回はその一つ一つの施設の事例についてお話しすることはできないんですが、私が暮らしていた東京都の施設を例に1日の流れをお伝えしていきたいなと思います。こちらが施設の暮らしの1日の流れになるんですが、これは守ろうねと言われていた日課は朝起きる時間と寝る時間、ご飯を食べる時間、門限です。そしてこれとは別に当番制のルールっていうのがあって、みんなで使っている共同の場所の掃除当番や、あとは毎朝食べるご飯のお米研ぎ当番っていうのがありました。基本夕食を食べた後の時間は自由時間になっているんですが、おそらくここまでの話っていうのは、ルールのある一般家庭の方ときっと共通する部分もあると思います。ここであえて施設ならではの日課をお伝えするのであれば、寝る前までの30分職員さんと1対1で遊べる時間がありました。その時間は本を読んでもらったり、一緒に絵を描いたり、あとは話を聞いてもらったり、自分でやりたいことを選んで30分間職員さんと時間を過ごすことができます。1人30分っていう持ち時間なので、人生ゲームとか神経衰弱、ちょっと時間のかかるゲームをする時なんかは、同じ部屋の子と時間を足して、1時間にして3人で遊ぶなんていうこともしていました。施設の子たちが通っている学校についての話なんですが、厚生労働省のデータによると、施設で暮らしている子どもたちの就学状況はこのようになっています。こちらについても私が暮らしていた東京都の例を参考にお話ししていきたいと思います。私の施設の仲間は基本施設の学域にある公立の学校に通っていました。小学校、中学校は区立の学校、高校は私立だと学費が高いっていうことで東京都立の学校に通うことが決まりになっていました。そして障害を持つ子は特別支援学級のある学校へ通い、その子の状況によっても多少異なりますが、必要であれば施設の職員さんが毎日送り迎えをするようになっていました。このように施設の子たちは施設の子たちだけが行く特別な学校に通うのではなく、皆さんと同じように公立の学校へ通い、受験を経て大学へ行くようになっています。ここからは習い事についてです。児童養護施設というと財政的な余裕がなく、塾や習い事に行かせる余裕なんてないんじゃないのって思われている方もいると思うんですが、施設にいても習い事はできます。厚生労働省では児童養護施設運営指針において、可能な限り子どもが望む習い事をさせるようにと明記しています。しかし方針でも可能な限りと記載されているように全ての習い事ができるわけではありません。例えばお金がかかる場合は職員会議が必要になりますし、遠方まで通う場合は職員さんの送り迎えがなければ了承できないこともあると思います。またプログラミングや演劇といった希少なものは個別に対応することが難しいかもしれません。このように施設の事情でできないこともありますし、全部が全部子どもたちがやりたいことができるわけではないんですが、最近は地域のボランティアさんが
施設に出向いて教えてくれるパターンも増えてきて、そのおかげでできる習い事が増えたように感じています。ちなみに私も施設にいた頃は週1回ボランティアさんによるピアノを習っていました。私が見聞きした習い事の例はこちらです。習い事に続いてよく質問されるのが塾についてです。ただ塾については行ける場合と行けない場合があります。私の例で紹介させていただくと、中学生の時は塾に通うことができたんですが、高校生になると塾に通うことができませんでした。しかし私は大学進学を考えていたので、自分で働いたアルバイト代から塾のお金を払うことも考えてはいたんですが、自立の準備資金100万円貯めてねって言われている中で塾のお金を出す余裕が正直なかったので、塾に通うことを断念することにしました。そして近隣の大学生が開催している無料の学習塾に通うことにしました。なぜ中学生は通えて高校生は通えないといった事態になるのでしょうか。ここからは学習塾費に関する制度の面を見ていきたいと思います。国から支給される卒費内訳の教育費を確認すると、学習塾費と記載されていますが、なぜか中学生に限られてしまっています。このため高校になると塾代を払ってもらえなかったということになります。もしこの動画を見ている方で職員さんの方なんかいらっしゃいましたら、この塾代に関することをぜひコメントいただけたら嬉しいです。一方で自治体の中には独自に予算措置を組み、高校生の塾代を補助しているところがあります。こちらが平成30年埼玉県で始まった施設入所児童フェアスタート応援事業です。以上のように塾に関しては中学生はみんな通うことができますが、高校になると施設や地域個人の事情によって異なるということになります。ここからは児童養護施設で暮らしている子たちのインターネット環境にまつわるお話になります。まず1つ目がパソコンについてです。パソコンは1つの部屋に1台配置されていました。私の施設では7から8人の子たちが一緒に生活をしていて、多い時で10人から12人ぐらい共同生活をしていたんですが、その人数で1台のパソコンを共有するということになっていました。高校から出された課題を行ったり調べ物をする時に利用していたりしたんですが、この人数で1台しかなかったため、パソコンを利用する時間は1時間と決まっていました。パソコンを使う時は、利用表っていうのがあるんですが、そこに自分の名前と使った時間と終えた時間、あとは使う目的なんかを書いて、印刷する時は職員さんを呼んで資料を印刷していました。ここまで聞くと大人数で1台しかなくて1人1時間しかないって一辺窮屈に思われる方もいると思うんですが、私は高校までの学生生活を通してパソコンに関して不便に感じたことはありませんでした。ただ施設にいる子たちの中にはパソコンを使うのが好きな子がいたり、また好きな調べ物をしたいっていう子もきっといたと思うので、そういう子たちからしたら少し窮屈だったのかなとは思います。よってパソコンを使うことはできるけど、制限があるっていうことを知っていただきたいなと思います。続いて2つ目、携帯やスマートフォンについて。携帯電話は自分のお金で支払いをしなければいけないので、基本高校生になってアルバイトを始めた子が持てる約束になっていました。高校生で携帯を持った経験のある方はわかると思うんですが、高校生は未成年に当たるので契約をするときに保証人が必要になります。児童養護施設の子は両親から何らかの虐待を受けた子、両親の下で育てられない子、両親がいない子が一緒に住んでいる施設なので、施設にいる子たちの中には保護者を保証人に立てることが難しい場合があります。そういった事情を考慮した大手携帯キャリアのソフトバンクさんが2011年から児童養護施設で暮らしている親御さんを保証人に立てることが難しい高校生でも契約ができるようにしてくださいました。来店するパターンによって必要書類が異なってきますが、私は施設の先生と一緒に最寄りにあるソフトバンクのお店に行って念願の iPhone をゲットしました。また施設によっては児童養護施設側が法人で携帯電話を契約して子どもたちに持たせるようにしていたり、施設内に Wi-Fi を設置したりといった施設があると聞いたことがあります。よって携帯やスマートフォンに関しては、私の施設の例で言うと携帯の使用料を自分で払わなければいけないので、高校生になってアルバイトを始めた子が持てるようになっています。
っていました。続いて3つ目、テレビゲームについてです。予算は決まっていますが、誕生日プレゼントやクリスマスプレゼント、お年玉をもらうことができるので、そのお金を貯めたり合算したりして PSP や DS を買う男の子なんかもいました。皆さんが少し気になるであろうゲーム時間、皆さんのご家庭でもおそらくゲーム時間っていう決まりがあったと思うんですが、私の施設では小学校低学年は30分、高学年は45分、中学校高校生は1時間という決まりになっていました。もともと部屋には PS3 があったので、自分でソフトを買ってゲームをするっていうのが日常になっていました。またクリスマスになると企業の方々からのご好意で Wii や Wii のソフトといった寄付もあって、その寄付のものを使ってゲームを楽しんでいました。お小遣いの有無や金額についてもよく質問いただいていますが、結論から言うとお小遣いはもらえます。金額については私の施設で紹介すると、幼児さんは1100円、小学校1年生から3年生は1500円、4年生から6年生は1600円、中学生は2800円、高校生は5500円となっていました。この金額を毎月1回受け取ることができます。子どもの暮らしとお金に関する調査によると、一般家庭でお小遣いをもらっている子どものうち月1回もらっている場合ではこちらのようになっています。こちらと比較すると、だいたい一般家庭で暮らしている子どもたちとあまり変わらない水準でお小遣いをもらっていることがわかります。続いてお小遣いの管理についてです。基本は職員さんが鍵のかかる部屋で子どもたちのお小遣いを保管管理しています。そして子どもは使いたい時に職員さんと相談しながらお金を使うことができます。またお金を使ったらお小遣い帳を書くことが義務になっていて、使ったらすぐに記入すること、月末になったら収入支出残高を記入し提出することなど、金銭管理をすることが習慣になっていました。このように施設で暮らしていても比較的自由にお金を使えることが分かっていただけたかと思います。児童養護施設ではどんなイベントが開かれているのということで、私の暮らしていた施設の年間行事の一覧をお見せします。それがこちらです。この他にも地域のイベントに招待していただいたり、夏になったら花火大会の席を用意していただいたりした時には、サッカー選手やお笑い芸人さんといった著名な方々が来てくださることもありました。それでは今回のまとめです。学生寮のように日課が決まっています。施設近所の公立小中学校へ通学します。できる範囲内で習い事ができます。習い事は可能な限り子供が望むものができます。中学生は塾代が施設から出るが、高校生には出ない。お小遣いは一般家庭とほぼ同じ水準の金額をもらっている。パソコンは複数人で1台。1時間の使用制限があります。携帯スマホは自腹で持つ。年間のイベントは盛りだくさん。いかがでしたでしょうか。少しは児童養護施設を理解する手助けになりましたでしょうか。もちろん今回の話はあくまで数百箇所あるうちの一つの例に過ぎません。ですが多くの皆様が想像しているよりも窮屈でネガティブな場所ではないというのが私の個人的な意見です。誤解なく皆さんに伝わっていたらいいなと思います。たすけチャンネルでは一般教養としての社会的用語や CSR の一環として社会的用語について学びたいよという企業の方向け、そして自治体の先進事例など幅広い情報をお届けしていきます。ぜひ気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。